はい、皆さんこんにちは。立花さゆりです。いきなりですが、あなたの周りにこの人なんだか品がいいなと思う人いませんか？特別美人でもないし、ものすごく目立ってるわけでもないのに、なんだか空気が違う、そう感じる人いますよね。話し方、立ち振る舞い、言葉の選び方が全部が素敵で、自然とまた会いたいと思う人いますよね。実はその品格っていうのは環境や育ちで決まるものではないんです。大人になってからでも育てていけるものなんです。今日は品のある人が無意識にやってることを3つに絞って、誰でも今日から実践できる形でお話ししていきます。難しいマナーなどの話ではないです。この3つを意識するだけで間違いなくあなたの印象は変わります。では結論からいきます。まず1つ目です。言葉の温度を上げることです。そして2つ目です。静かな振る舞いを意識することです。そして3つ目です。相手を安心させることです。ではまず1つ目の言葉の温度を上げることです。品格っていうのはまず言葉に出ます。でも難しい敬語を使ってくださいっていう話ではないです。大事なのは言葉の温度なんです。例えば何かしてもらった時にすみませんってつい言ってしまってませんか？もちろん悪い言葉ではないです。でもありがとうございますに変えるだけで空気は柔らかくなります。すみませんって謝るよりもありがとうございますって言って感謝する方が相手も嬉しいですよね。そしてもう一つ、断り方にも品格が出ます。例えばできません、無理ですって言ったら冷たく聞こえてしまいます。その代わりにワンクッション置いてください。例えばあいにくですが、せっかくですが、本当は行きたかったのですがなど、品のある人は相手を雑に扱わない言葉を自然と選んでます。では2つ目です。静かな立ち振る舞いを意識することです。品っていうのは音に出ます。例えばドアをバタンとか、椅子をガタンとか、机にドーンとかです。こういう音っていうのは本人が思う以上に周りは感じてます。品のある人っていうのは動きが静かなんです。例えばドアをそっと閉める、物を丁寧に置く、人に物を渡すときに少し手を止める、この静けさが大人の余裕、大人の品格、大人の落ち着きなんですよね。たまにいません？何か物を渡したらさって取っていく人そしてとある国でレストランに行くとご飯が投げられてきます。さーって、2日すると慣れますあともう一つ大事なのは姿勢です。猫背の人よりも姿勢のいい人の方が信頼感があります。なので疲れてる時こそ背筋を伸ばしてみてください。ここでちょっとお知らせです。この動画がどっかに行ってしまう前に、今のうちにチャンネル登録と、そしていいねボタンよろしくお願いします。はい、では3つ目の相手を安心させることについてお話しします。ここ一番大事です。本当の品格っていうのは相手を安心させることなんです。例えば誰かが間違いをした時にすぐに笑ったり、みんなの前で訂正したりする人いますよね。でも品のある人っていうのは相手に恥をかかせないんです。気づいててもあえて流す、そして後でそっと伝える、これってめっちゃいい優しさですよね。あとお店の店員さんに対する態度、ここにはもう人の品格めっちゃ出ます。品のある人はお店の人に不愛想で偉そうにしないです。結局人ってなんかすごい人よりも一緒にいて安心できる人に惹かれるんですよね。だから私は品のある人っていうのはどしっとしてて、誰にでも優しくできて、誰にでも思いやりのある人だと思ってます。では今日のお話をまとめます。品格を育てる3つのポイントです。まず1つ目です。言葉の温度を上げることです。そして2つ目です。静かな振る舞いを意識することです。
そして3つ目です。相手を安心させることです。ぜひ今日から一つだけでも意識してみてください。ここで皆さんに質問です。この人素敵だなって思う人、どんな人ですか？ぜひコメントで教えてください。では続きまして、さゆり先生の小話コーナーです。どうぞ。はい、さゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイ。今日姿勢の話したんですけど、姿勢って本当に大事ですよね。特に自信がない、自信を持ちたいって方は、まず姿勢を整えてほしいです。マザー・テレサの言葉で、形から入り心に至るっていう言葉があるんですよ。これって本当にその通りだなって思ってて、最初から自信満々な人ってそんなにいないですよね。でも背筋を伸ばして堂々としてるうちに自信は不思議と後からついてきます。あと私 G にもその人の姿勢が出ると思ってます。別に達筆じゃなくてもいいんです。小さくなんか自信なさそうに書く字って猫背と一緒だなと思います。だから G は綺麗さよりも堂々と書く方が大事です。私26歳の時に起業してるんですけど、面接の時にその場でお名前と住所を書いてもらってました。G って結構その人の内側が出るんですよね。丁寧さとか落ち着きとか。だから私は字を見るよりもその書き方を見てましたこんな偉そうに言ってて、実は自分がめっちゃ字汚かったらどうしますはい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか？ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。